皆さんこんにちは、アイロンです。ファイアーエムブレム覚醒スマブラ縛りパート4です。今回は3章です。前回はフェリアへの道中で屍兵と相まみえました。黒村自警団はイギリスとフェリアの国境についにやってまいりました。それにしても前章と気候が大きく変化してます。この砦の北東には紋章の謎でいう漂流神殿があるのですが、その関係でしょうか。フェリアとイギリスは外交上問題はありませんが、なぜかフェリアは戦う気があるようです。ようやくここで進撃準備が解禁されます。持ち物の整理と不要なユニットの進撃阻止ができるというわけです。だいぶ縛りがやりやすくなります。それでは準備完了までカットです。彼女はライミー、この砦に駐在するアーマーナイトです。ここ最近イギリスからの賊が増えているので警戒されているのです。王子であるクロム本人であっても信用されていません。信用してほしくば力ずくで示せとおっしゃいます。イギリスは隣国に難がありますね。スミお怪我はありませんか、クロム様。あよかった。スミヤ。はい。よかったなあ。そうか。はあ。クラムさん。3章操作開始です。まず現時点でスミヤが加入します。スミヤも縛りの都合上使用できないユニットです。また中立軍であるカラムをクロムで離して加入させます。彼は密かについてきてましたが、誰にも気づかれなかったのです。できれば前章に加入してほしかった。まあこのように影が非常に薄いというのが彼の特徴です。アーマーナイトという図体のデカさとのギャップが面白いですね。敵にも気づかれないのだったら盗賊とかの方が向いているのでは。そうだね。カラムを加入させたらクロムで即ダブル。カラムはクロムと交代しルフレにカラムを預けます。そしたらフレデリクをクロムとダブルさせルフレを左へと突撃します。まずはルフレで左側に安全圏を作るのが目標です。どうして盗賊にするのですか。僕もやってしまいました。スマブラ SP に登場しないキャラの経験値取得は禁止です。デュアルアタックではカラムに経験値が入るので立派な違反になります。ここでは攻撃前にカラムの装備を外しておくべきでした。こちらがカラムの装備を外したパターンです。このようにエースユニットであるルフレで左側を全滅させていきます。さて本章の狙いについて話します。本章ではルフレをレベル20にして一旦育成完了し
します。そしたらルフレで削った敵をクロムで倒すことによりクロムを育成し始めます。ここでルフレは覚醒の目玉システムであるダブルを思いつきます。ユニットを2人1組にするやつです。ただこの章以前からダブルを使用することはできます。シナリオ上ではこの章が初出ということです。本章での狙いに話を戻します。本縛りではボスをチクチク攻撃して経験値を稼ぐ行為、いわゆるボス地区は禁じてません。なのでボス地区も使ってクロムを育てます。もっともルナティックでは獲得経験値量が制限されるのでさほど育成はできません。クロムはせいぜいレベル5までくらいしか育成できないでしょう。詳しいボス地区方法はご主戦になったら説明します。レベルアップ。守備が上がってくれました。こんな感じで耐久強化をお願いします。左側の敵を全滅しました。右側もオールネルフレで倒しますが、敵が減ってきたらクロムも出動します。長考したので少しカット。ルフレはこの位置でなるべく多くの敵を巻き込みます。ここで支援会話が説明されます。覚醒はこれ以前の作品と違って支援会話回数の制限がありません。キャラのより詳しい性格まで踏み込めるのは FE の醍醐味ですよね。さて、画面上ではクロムで倒せそうな敵を探しております。手負いのソルジャーが攻撃が当たれば倒せるのでソルジャーの範囲内にクロムを置きました。そしたらルフレは傷薬を使ってターン終了。引き続き敵を倒していきます。ここはダイジェストにしましょう。最近耐久面の強化が著しいです。やっと望んだ結果になってくれてます。クロムの初レベルアップ。いいですね。クロムはアタッカーとして期待しているので力と速さが上がってほしいのです。守備面は後から増強できると思ってます。これで砦外部の敵を全滅しました。あとは砦の戸を開けて上に陣取る敵を倒していきます。まず右側の光る床までリスで回復させつつ移動します。リスの久々のレベルアップ。前回の魔法1ピンとは打って変わって両成長。やればできるは伊達じゃない。それではここで少し雑談オーバー。まずは先週の任天堂ダイレクトについて。風化雪月無双が発表されましたね。いろんな人が様々な考察をすでにされているので大したことは言えないですが、個人的にはジェラルト団長の動向が気になってます。彼はどういう立場でどのような活躍をしてくれるのでしょうか。私大変気になってます。他にもカービィだったりライブアライブだったりやべえ情報がたくさんありました。これからが非常に楽しみになってきますね。加えて先日 3DS と EU の任天堂 Wii ショップが来年3月でサービス終了することも発表されました。一つの時代の終焉を迎えようとしているわけです。なんというか寂しい気持ちになりますね。欲しいゲームや DLC は早いうちに購入しておくべきでしょう。なお
残高追加の期限は今年8月であることには注意してください。さて、本編に移りますが、現在砦の戸を開きました。まずは目の前のアーマーナイトをクロムとルフレでペチペチします。レベルアップ。またもや両成長。今回リスさん絶好調です。それでは最後のペチペチに向かいましょう。当然だ。ここからはルフレで砦の上の敵を蹴散らします。可能ならクロムに1、2体ほど回していこうと思います。それでは該当するシーンまで飛びましょう。こんな感じで左側から敵がなだれ込んできますので、ルフレで迎撃しています。このうちまずはクロムに戦士と当たらせます。無事にクロム側に戦士が1人向かいました。レベルアップ。順調にアタッカー力をつけてます。できれば今後は技も強化して命中を補強してほしいところです。ルフレ、レベル20です。この成長傾向はどう評価するべきでしょう。バランスよく伸びてくれたように見えますが、少し力と魔力が頼りないようにも見えます。マスター、チェンジクルフが確実に手に入るのはもう少し後、あるいは運次第でアンナさんから買えるといった具合です。したがってルフレはしばらくこの数値のままなのですが、安心してよいのかは分かりません。さて、ここからですが、マークしたアーマーナイト以外をルフレで倒します。戦士とアーマーナイトをクロムで倒すことにしたのです。そしたらアーマーナイト撃破までダイジェストです。リスのレベルアップ。少し微妙。まあ先ほどまで両成長続きでしたし、こういう時もあります。よし。これで残るはボスのみです。ボスの倒し方に関してですが、安心してボス地区したいとの気持ちがあります。なのでルフレで攻撃を受け続けてボスの武器を破壊します。そう、こんな感じ。ルフレの武器を剥奪し、第2の攻撃を受け続ける。まるで道場のようだ。応援してるよ。ある程度 HP が減ったらリスで回復します。この章だけでどんだけ両成長する気なのだ。この娘さんは。このサイクルが長く続くので、何かあるまでカット。これは微妙。リスは割と極端な感じです。あれ、これも芳しくない。武器破壊が終わりました。
案外ルフレがかわしてしまって20分ぐらい受けに回ってました。次は攻守交代です。ここからは第2師範がクロムの攻撃を受け続けるようになります。その前にフレデリクを回復しリスをレベルアップさせます。先ほどまでの両成長と比べるとしょっぱいですが魔力が上がったので良いでしょう。また癒しの心を習得しました。これは回復量を足す5にする効果があります。回復薬としての性能を高めるので魔力が低い時には便利です。それではボス地区に参ります。珍しいところが上がりましたね。5分ほどチクチクして経験値の打ち止めが来ました。ここからは撃破の方向に持ってきます。まずはルフレで大きく最終的にクロムで倒しました。本章最後のレベルアップ。いいアタッカー成長ですがここまで技成長なしはちょっと怖い。今後命中不安にならなければいいのですが。申し訳ありません。戦闘を経てライミの態度が一変しました。目の前の人物がクロムだと確認してくれたみたいです。戦闘による認証システムといったところですか。だいぶ問題がありそう。プレイ映像は今回はここで終わりです。この後本縛りの重要な変更点をお知らせします。変更点というのはリズに関する縛りです。現状としてリズは未設定という不透明な設定をしていました。スマブラに適した縛りというのを考えていましたがリズ役の静江さんは動物そのものです。きっと動物に乗ることはないでしょう。ということでリズはペガサスナイトトルバドール系へのクラスチェンジを禁じます。この設定にてできなくなることはファルコンナイトでの地形虫の回復薬トルバドールバルキュリアによるサポーターとしての運用屈指の強スキル疾風陣雷の習得です。特に最後は彼女の息子さんにも影響します。コメントにてリズをどうするかとご指摘がありましたのでこの場で連絡いたしました。加えてもう一つ禁止行為の追加です。今までルフレだけが武器節約を習得できないことにしておりました。今後はルフレのみならず使えるユニット全員の武器節約の習得を禁じます。この禁止によって強い武器が使いにくくなります。本動画は縛りプレイですからこれくらいの縛りは必要かなと思ったのです。と言っても FE は武器使用回数を気にしながらやるゲームなのでさほど気にならないかなと思ってます。今回はお知らせしたところでお開きです。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。